皆さんこんにちは。今日は鎌倉の大舞台に来ました。ゴールデンウィーク中ということで、長谷寺の方から歩いてきましたけども、すごい人でしたね。でもこの鎌倉の大舞台の周りは静かな雰囲気、そして、鳥がさえずってます。今日は大河ドラマの鎌倉殿の13人で、木曽義仲と巴御前を見た後なんで、今日の巴御前巴が楽しみです。木曽義仲の最後、そして、その息子の義高の最後、ちょっと切なかったですね。それでは今日の巴含めたお能と狂言に行ってみましょう。それではレッツゴー。今、鎌倉の舞台の能を見る会巴が終わりました。いやー、素晴らしかったですね。ちょっと感想のまず一つ目です。実は鎌倉殿の13人見ていて、木曽義仲を演じる青木宗隆さんですけども、私最初見て時代の永瀬智也さんかなと思いました。で、永瀬さんは実はお能をテーマにした「俺の家の話」というドラマに出ていました。そして、永瀬さんのお父さんを西田敏行がやってました。まさに鎌倉殿と通じる配役です。どうもだから鎌倉殿で木曽義仲を見てると、私はそのお能をテーマにした俺の家の話を思い出して、いやこれお能で見たいなというふうに思っていたんで、そういう意味でも今日はとても良かったです。そして2つ目、物語のあらすじとしては、シンプルですけども、木曽から出てきた僧が2人いるんですけども、琵琶湖のほとりに着いた時に今泣いてる女性を見る。でその泣いてる女性から木曽義仲の話を聞いて弔ってくれと言われる。そして、その後その女性が薙刀を持って、登場する。そして、木曽義仲とのことを僧に語る。そして最後は弔ってくれと言って終わるという話です。感想の3つ目です。後半ですけども、巴御前が木曽義仲と別れるところですね。話の今回のお能の中では木曽義仲が痛手を負って、馬でとぼとぼと来る時に田んぼの氷の中に入ってしまう。で馬が動けない。そこへ巴が来て、巴が木曽義仲を救う。でも痛手を負ってると。で周りは敵ばかりということで、巴が連れてってくれと言うんですけども、お前は女だから行けと、俺はそんな女と一緒に死んだと言って後世に名を残したくないと。でやむなくで泣く。こういうどうもの時は仕草をするようです。巴御前が泣くんですけども、泣く泣く別れていく。で最後に周りの敵を薙刀で蹴散らす。そして戻ると木曽義仲は自害をしていた。ドラマの中ではブスッと額に矢が刺さりましたけども、お能のこの巴の中では自害をして肩身を持って木曽にまた帰るというあらすじでした。でもその時に能面、これは前半の登場の時も後半のこの木曽義仲との別れのシーンも両方とも同じ白い美しい女性の面をしています。でもその木曽義仲との別れの時、これテレビのとこでもそうでしたけども、2人で、額を寄せ合うように、そして下を向くと能面なんで泣いてるように見えるんですよね。いやー、テレビを見てもすごかったですよ。今回もみんな身を乗り出してお客さんも見てました。そして、泣いて、で最後薙刀を振ってで戦ってで、僧に弔ってくれと言って出てく時に音がふっ、もうそこで終わってしまったのがとても印象的でした。最後成仏きれいにするのかなと思ったら、弔ってくれと頼んだところで音楽がパッと終わって、でそして、静かに帰っていく、みんなに本当に余韻を残すような終わり方でした。あとやっぱりあらすじが鎌倉の舞台は飯島区という
みんなに見えるディスプレイに、言葉の内容が書いてるんで、とても内容分かって真に迫ってました。そして、テレビやあと最近浮世絵でも見ますし、いろんなもののこの義仲と巴御前を思い出して、とても多角的に今心にジーンときました。ということで、今日は鎌倉の舞台で巴を見ました。いや本当に巴を演じた中森健之助さん、素晴らしかったと思います。声もした巴らしい腹に溜めた迫力がありました。これからもいろんな和風をお届けします。今回のこの巴、そして木曽義仲と巴の話も鎌倉殿の13人、そして浮世絵でも見ましたし、6月には大河ドラマの中で息子の義高、染五郎さんが出てくる歌舞伎も見に行く予定です。ぜひチャンネル登録やいいねをよろしくお願いします。それでは一緒にまたの旅を続けましょう。鎌倉古の武士たちが周りに感じられる鎌倉から失礼します。それではまた。